んにちは、みなせです。今回は海外を感じるようなカフェを5つ紹介したいと思います。なかなか今は海外に行くことができないので、この動画を見て少しでも旅行した気分になってもらえれば嬉しいです。以前紹介したカフェも中にはあるんですが、一眼レフでまた動画を撮り直してきたので、新鮮な気持ちで見てもらえるんじゃないかと思います。また最後には特典映像を用意しているので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。概要欄にお店の URL を貼っているので、思い出せるようにチャンネル登録しておくと便利だと思います。最初に紹介するのは河原町駅から徒歩13分のところにある長楽館さんです。八坂神社の近くにある1909年に建築された元迎賓館なんですが、今はホテルであったりレストラン、そしてカフェとして利用することができます。僕も調べてみて驚いたんですが、初代総理大臣の伊藤博文もこの長楽館を訪れたことがあるそうです。館内はイギリスやフランスの建築様式を取り入れており、部屋によって趣が異なっています。長楽館さんといえばアフタヌーンティーが有名ですが、その専用の部屋はロココ様式になっていました。ロココ様式とは宮廷建築で用いられたバロック建築のことを指していて、かなり豪華な部屋になっているんですけど、まるでヨーロッパの宮殿にいるかのような空間になっていました。今回僕はカフェ利用だけだったので、残念ながらその部屋はちらっと見ただけだったんですけど、またアフタヌーンティーを取りに長楽館さんに行きたいと思います。メニューに関してなんですけど、お昼はランチ利用かカフェ利用どちらか選ぶことができて、今回僕はカフェ利用にしました。カフェはケーキのセットであったり単品でも注文ができるみたいです。正直入る前までは高級なお店で緊張していたんですけど、意外とケーキは600円から注文できて、飲み物と合わせても1人2000円ぐらいで済むのかなと思います。今回僕は少し奮発していちごのフィアンティーヌセットを頼みました。見た目にも楽しい華やかなスイーツで、味に関してはいちごの甘酸っぱさとカスタードクリームの甘さがマッチしていて、とても美味しかったです。皆さんもぜひ長楽館さんに行って美味しいケーキと贅沢な空間を味わってみてはいかがでしょうか。続いて紹介するお店は河原町駅から徒歩3分のところにある喫茶ソワレさんです。インスタグラムとかで知っている人もすごく多いと思うんですけど、京都に行ったら必ず行きたい名店です。喫茶ソワレさんは今から約70年前、1948年創業の喫茶店で、フランス語で夜会という名前の通り、店内は独特の青い光に包まれています。またソワレさんは装飾品も細部までこだわっていて、店内の木の彫刻にはブドウだけでなくギリシャ神話の神様も彫られているそうです。僕はブドウしか見つけることができなかったんですけど、もし見つけた方がいればぜひコメントで教えてください。他にも店内にたくさん飾られている美人画は昭和の美人画家として戦後一世を風靡した東郷清二によって描かれているそうです。この美人画がお店の幻想的な雰囲気とよく合っていて、僕は個人的にとても好きな絵でした。お店のメニューの最初には店内の装飾品に関しての説明が詳しく書いているので、ぜひ皆さんも行ってみたら読んでみてください。喫茶ソワレさんに来たら必ず頼みたいのがお店の定番メニューでもあるゼリーポンチです。5色の自家製ゼリーと数種類のフルーツがトッピングされたレモンソーダがまるで宝石のように美しいゼリーポンチで、味に関しては思いのほか甘くなくすっきりとした味わいのレモンソーダが癖になると思います。最後に注意点が一つあって、このゼリーポンチが開店から2、3時間で品切れになることが多いので、早めに行くのがおすすめです。皆さんもぜひ宝石のようなゼリーポンチを味わいに行ってみてください。ここで余談なんですけど、先日行ったアンケートに答えていただいた100人の方、ありがとうございました。カフェ以外の観光スポットも知りたいという方が6割いらっしゃって、僕もこれから Vlog とかもやっていきたいなと思っていたので、すごく参考になりました。またカメラを新調して Vlog 専用の新しいチャンネルも立ち上げたいと思います。続いて紹介するのは河原町駅から徒歩2分のところにある喫茶築地さんです。このチャンネルでは2回目の登場になるんですが、1回目と違って2回を映しているので楽しみにしていてください。築地さんは路地裏にひっそりとある隠れ家テックカフェで、
近くを通り過ぎても絶対に気づかないような場所にお店があります。また外観からはお店が開いているかどうかわからないので、勇気を出して扉を押してみてください。築地は1934年創業の老舗純喫茶で、店内はアンティークの調度品に囲まれたまるで中世ヨーロッパのような空間になっています。この独特な空間を作り上げている椅子や机は、当時のオーナーが家具職人に依頼して特別に作成してもらったそうです。そう考えると80年以上の時間を経て今も使われているってすごいことですよね。また椅子や机だけでなく、コップやお皿一つとっても買えないことを意識されています。そのため数十年ぶりに訪れたお客さんでも当時のままの雰囲気を味わうことができるそうです。お客さんの層に関しては、ご年配の方から若い方まで男女問わず様々な方が来ていました。前回純喫茶の動画を作って気づいたんですけど、人気のある純喫茶は世代問わず来ているお客さんが多かったです。メニューはシンプルに定番のカフェメニューとケーキのみでした。700円からと少し高くはありますが、この唯一無二の場所を考えるとこのぐらいはするのかなと思います。今回僕はウインナーコーヒーを頼みました。実は築地さんは京都で初めて本間もんのウインナーコーヒーを出されたそうで、戦後当時はなかなかフレッシュな生クリームが手に入らなかったそうなんですが、その点は妥協をせずに生クリームを使用してウインナーコーヒーを作られたそうです。なので皆さんもぜひウインナーコーヒーを注文してみてください。続いて紹介するのは河原町駅から徒歩3分のところにあるフランソワ喫茶室さんです。先ほど紹介した喫茶ソワレさんから徒歩2分ぐらいのところにあるので、喫茶ソワレさんに入れなかった場合にもおすすめです。フランソワ喫茶室さんの特徴はたくさんあるんですが、まず一つは1934年創業の喫茶店で、喫茶店として全国で初めて登録有形文化財になったことです。そして店内はイタリアのバラック様式を用いて豪華な客船をイメージして設計されており、今なお開業当時からほとんど変わらない内装を楽しむことができます。戦前から続くカフェに86年経った今でも行けるって本当にすごいことですよね。またフランソワ喫茶室さんの名前の由来なんですが、フランスの画家のフランソワ・ミレーから名付けられたそうで、画家の藤田嗣治や俳優の宇野重吉といった著名人の行きつけでもあったそうです。メニューに関してなんですが、定番のカフェメニューに始まり、サンドイッチやトースト等の軽食もありました。アルコールもあるので、世の中が落ち着いたら夜にフラッと行くのもおすすめです。フランソワ喫茶室さんに行ったらぜひ食べていただきたいのがレアチーズケーキです。雪のように真っ白なレアチーズケーキは適度な酸味と優しいチーズの味わいがとてもマッチしていました。皆さんもついつい時間を忘れそうになる落ち着いた店内で日頃の疲れを癒してみてはいかがでしょうか。ここで余談なんですが、目標にしていた登録者1000人を超えることができました。現時点で2000人を超えているので、夢にまで見た1万人が現実味を帯びてきたなと感じています。これも皆さんがいつも僕の動画を見てくれているおかげだと思っています。本当にいつもありがとうございます。これからも気が向いたら僕の動画を見てくれると嬉しいです。いいねや応援コメントもお待ちしています。続いて紹介するのは市バス銀閣寺前から徒歩3分のところにあるゴスペルさんです。バス停の名前の通り銀閣寺に近いところにお店があるので、銀閣寺の観光のついでに行くのがおすすめです。外観はツタが絡まったとんがり屋根のどこか海外の映画に出てきそうな感じで、一見カフェには見えないんですが、ゴスペルさんはこの建物の2階にお店があります。2階は天井の高いオープンな空間になっていて、白で統一された店内はアンティークの家具も相まって異国情緒あふれる雰囲気が漂っていました。中でも驚いたのが本物の暖炉に薪をくべていて、というのも今の時代暖炉風のストーブとかはあるんですけど、本物の薪を使っているカフェはここが初めてでした。キッチンはドイツ製のものを使用していて、オーディオもなかなかお目にかかることができないような大きなもので、世界観がすごく統一されているなと感じました。京都でカフェ巡りをしていて面白いなと思うのが、和を感じるような古民家を改装しているカフェもあれば、
こういったヨーロッパにいるかのようなカフェもあって、本当に気分に応じていろんな楽しみ方ができるのが京都のカフェのいいところだと思います。メニューに関してなんですが、定番のカフェメニューに始まり、このお店ではハンバーグやグラタンといったランチも食べることができるみたいです。今回僕はカフェリオでケーキセットを注文しました。ケーキは時期によると思うんですけど、この時は洋梨のタルトとチェリーチョコケーキから選ぶことができて、僕は洋梨のタルトを注文しました。洋梨のタルトはさっくりとした生地としっとりとした甘さの洋梨がすごく合っていて、紅茶との相性も抜群でした。1200円と少しお値段は張りますが、特別な休日に自分へのご褒美として皆さんも行ってみてはいかがでしょうか。最後に紹介するのは河津桜です。京都駅から電車と徒歩合わせて30分で、場所のイメージは枚方市の方角です。この動画を撮った時は2021年今年の3月7日で、皆さんもお気づきかと思うんですけど、桜が咲くにはまだ早い時期ですよね。お花見でよく見るソメイヨシノはまだ開花していないんですが、この河津桜は2月上旬に開花し始めて、約1ヶ月の時間を経て満開になるそうです。なのでソメイヨシノと違って一瞬で散ってしまうというわけではなくて、1ヶ月ぐらいお花見を楽しむことができます。そして僕も行ってみて実感したんですが、ソメイヨシノよりも桜のピンクの色が濃くて、青空と相まってとても綺麗でした。気のせいかもしれないんですけど、一つの木に咲いている桜の花びらの数も多かった気がします。ちょうど僕が行った時に菜の花が咲いていて、桜のピンクと菜の花の黄色のコントラストが春が来たなと感じさせてくれました。今回初めて河津桜というものを見に行ったんですけど、一瞬でソメイヨシノよりも好きになってしまいました。もちろんソメイヨシノも好きなんですけどね。最後にメジロという緑の鳥が桜の木に来ていて、画質は悪いんですけど、なんとかカメラに収めることができたのでお見せしたいと思います。皆さんもぜひ行ってみたら、この緑の小さくて可愛い鳥を探してみてください。きっと春を感じるような体験ができると思います。これで今回の紹介動画は終わりになります。気に入ったカフェが見つかった方はぜひ気軽にいいねやコメントをいただけると嬉しいです。正直もらえるとかなり嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで見ていただいてありがとうございました。